私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は他人を変えることはできないけれど、その相手との関係性は変えることができるというテーマについてお話しします。他人の中に自分には受け入れにくい一面を見つけると、イライラしたり、不快な気分になったりすることがあると思います。もちろん、嫌なら距離を置けばよいのですが、家族や仕事の関係のように、簡単には避けられない相手もいるでしょう。そうしたとき、私たちはつい相手にこう変わってほしいと望んでしまうものです。でも、人間関係の原則として、基本的に、他人を変えることはできないという現実があります。これはどういうことかというと、非難や文句、あるいは説教をしたところで、相手を自分の思い通りに動かすことは難しいという意味です。外側から圧力をかけて他人を変えようとする試みは、多くの場合うまくいかないばかりか、関係をさらに悪化させ、互いの間に深い溝を作ってしまうことにもつながります。相手がどんな人であっても、その人の考え方や価値観、感じ方、そして性格そのものを変えることはできません。けれども、相手と自分との関係性を変えることは可能です。人間関係に悩んでいるときは、その人を変えようと無理に努力するよりも、関係性を変えることに意識を向けた方が良いでしょう。関係性を変えることができれば、たとえ相手の考え方や価値観、感じ方や性格がそのままであっても、悩まされる関係から悩まされない関係に移行できるからです。では、どうすれば関係性を望ましいものに変えられるのでしょうか。ここからはいくつかの例を挙げながら解説していきましょう。A さんは近所に住む B さんとのコミュニケーションに悩んでいました。価値観の違いからしばしば衝突していたのです。A さんは環境に配慮した暮らしを大切にし、家庭ゴミの分別もきちんとやっていました。環境保護のための行動は彼女にとって欠かせないものでした。しかし B さんは環境問題に無関心で、家庭ゴミの分別もおろそかにしていたのです。これが A さんの大きなストレスの原因になっていました。当初、A さんは B さんに直接ゴミ分別の方法を伝え、協力を求めようとしました。ところが、この働きかけは B さんの反発を招き、二人の関係はかえって悪化してしまったのです。そこで A さんは別の方法を試すことにしました。まずは B さんとの共通点を探すことから始めたのです。B さんのゴミの中に温泉地のお土産の箱が多いことに気づき、温泉好きではないかと推測しました。そして、その話題をきっかけに会話を始めてみたのです。実は A さん自身も温泉巡りが趣味で、その共通の話題によって自然に会話が弾むようになりました。やがて二人は温泉の穴場情報を教え合うほどの関係へと変わっていったのです。B さんとの距離が縮まったある日、A さんは B さんを地域の清掃活動に誘いました。すぐに B さんの意識が変わったわけではありませんが、A さんとの交流を通じて、B さんも少しずつ、ゴミ分別に協力するようになっていきました。最終的に、
B さんの価値観そのものが大きく変わったわけではありません。しかし、A さんが関係性を見直す工夫をしたことで、二人は気軽に言葉を交わせる良好な隣人関係を築くことができたのです。もう一つ、別の例をお話ししましょう。C さんは、中学生になったばかりの息子との関係に頭を悩ませていました。息子がスマホゲームばかりに夢中で、勉強をしなくなってしまったからです。C さんがゲームばかりしていないで勉強しなさい、と注意しても、息子は反抗的な態度を見せ、言うことを聞きません。さらに、わざと親の望まないことを繰り返すようにまでなってしまいました。この状況に C さんはどう対応すべきか困惑していました。当初、C さんは息子を厳しく指導しようとしました。ゲームは1日1時間まで、夕食後はすぐ勉強というルールを設け、息子の行動をコントロールしようと試みたのです。しかし、この方法は、息子の反発心を強めるだけで、親子の溝をさらに深める結果になってしまいました。そんな中、C さんはある人からの助言を受け、新しいアプローチを試すことにしました。具体的には、息子のゲームを頭ごなしに否定するのをやめ、自分自身がスマホの使い方を学ぶことから始めたのです。そして、操作でわからないことがあると、息子に教えてくれる、と頼むようにしました。最初は渋々だった息子も、C さんが真剣に学ぼうとする姿を見て、次第に教えてくれるようになりました。さらに、C さんがありがとう、助かったよと感謝を言葉にするようになると、息子の態度にも変化が現れました。息子も少しずつ心を開き、親子の会話が増えていったのです。以前はスマホを否定的に見ていた C さんでしたが、自ら学ぶ姿勢を見せ、息子に素直に質問するようになってからは、スマホの便利さを理解すると同時に、息子との関係も改善されていきました。これらの事例に共通しているのは、相手の性格や考え方、価値観そのものを変えようとするのではなく、自分と相手との関係を変えるために、自ら積極的に行動を起こした点です。その結果、関係に変化が生まれ、人間関係が改善されていきました。これこそが大切なポイントです。そして、もう一つ忘れてはならないのは、変化には時間がかかるという事実です。相手との関係性を大きく変えることは、短期間で実現できるものではありません。だからこそ、まずは自分にできることから始めて、少しずつ変化を積み重ねていくことが大切です。いきなり難しいことに挑戦するのではなく、少しずつ、徐々にという段階を踏むことで、自分が無理することもなく、相手の反応も変わり、これまでの問題が解決へと向かっていく可能性が高まります。今回の話をまとめてみましょう。相手が誰であっても、その人の性格や価値観を自分の思い通りに変えることはできません。しかし、関係性を変えることは可能です。避けられない人間関係に悩むときは、相手を無理に変えようとするのではなく、関係を見直す方向へ進む方が、望ましい結果につながるでしょう。相手の考え方や性格がそのままであっても、関係性を変えることで、状況はより良い方向へと進みます。そのためには、まず、
自分にできる小さな行動の変化を試してみることが大切です。これをやってみたらどうだろうという気持ちを出発点に行動を起こしてみましょう。結果がどうなるかはわかりませんが、関係性が改善に向かう可能性は少なくありません。相手の反応を観察しながら試行錯誤を重ねていけばよいのです。相手そのものを変えることはほとんど不可能ですが、関係性を見直すことで、より健やかな関係を築くことは十分可能です。小さな変化を日々積み重ねながら、より良い関係を目指していきましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。